はい、みまさかめかみです。みさかです。チャンネル開設から2年ちょっと経ってしまって、だいぶコンテンツ増えてきましたので、このあたりでチャンネルの方向性とかを見直してみましょう。方針とか再確認するみたいな反省会。いや、反省会。さて、このチャンネルの方針ですが、開始時に決めたのは主にこの4つです。まあ結論から言うと、全部そのまま継続して続けていこうかと。それぞれ説明しておきますか。ゲーム実況やらない。生配信やらない。ゲーム実況と生配信。2020年現在、VTuber ならこれ必ずやってる、みたいな世界になってしまいましたが、このジャンルは強い競合コンテンツが多すぎますね。まあ参入ハードルが低いコンテンツでやるのは誰でもできるやつなんですけど、中の人の面白さに完全に依存するやつなので、どう考えても厳しい。でもこれしかできない人が多いのでは。それ以上いけない。すでに上位互換の強いコンテンツが溢れているので、やってもうずもれるだけかな。レッドオーシャンが過ぎる。というわけでこのチャンネルでは、ゲーム実況、生配信は今後も多分やりません。そもそもトークスキルないし、私がやりたくない。はい。あ、でもゲーム実況というかゲーム紹介は、マスターの自作ゲームについては多分やります。宣伝っぽい感じで。料理っぽい何かやります。はい、料理コンテンツは続けます。チャンネル名、みまさかめかみの台所ですしね。料理やらないとアイデンティティないなる。でもこれも強い競合コンテンツが多い気がするんですが、そもそもなんで料理を。料理コンテンツなんで始めたかというと、低温調理とかで遊びたかった。そこですか。小林ドウム先生の影響を強く受けてしまいました。インパクト強かったですね。単純にうまそうだったってのもあるけど、低温調理って失敗しづらいんですよ。私そんなに調理技術があるわけではないんですが、低温調理って調理技術がなくてもきっちり数字を守れば割と安定した結果が出ます。数字を守っても安定しないレシピ、結構多いですね。なんか勘に頼るような曖昧な要素があまりない。あと、雑な低温調理記事とか見てしまって、ちょっとモヤモヤしたので、ちゃんと解説しておきたかったとか。低温調理は、温度と時間ちゃんと考えないと危険です。はい。低温調理やろうと思ってる人は、概要欄に URL 貼っとくので、この動画見ておいてほしい。で、今後の料理コンテンツですが、うちの動画、地味に制作コストが高いので、今後は、もっと緩い感じのやつもやろうかと。たまたま見かけた変な商品食べたり、話題になった強そうなレシピやったりとかね。ユニティとか VR とか技術ネタやります。これはさらに増やしていきたい。最近始めた解説とかそういうのですね。増やしたいんですが、ちょっと問題があります。問題？技術的な解説コンテンツって、入門的なお話は星の数ほど存在するんですけど、その先の応用っぽいコンテンツはすごく少ないので、その辺の需要を埋めていこうとか思ったんですよ。なるほど。ただ、問題は私に応用レベルの話を解説できる知識がなかった。解説しようとすると自分が何も知っていないことを思い知らされるんですよ。逆に言うと解説しようと情報をまとめるのはすごく勉強にはなる。学習にはいい方法なのかもしれないですね。あとそもそも応用的な話ってあんまり需要がないようで、じゃあ何に需要があるかっていうと、正確に言うと入門的な話というか、いわゆるできるようになる話ではなくて理解した気持ちになる話みたいな。なんか闇を感じますね。伸びるためには需要に沿ったコンテンツを作るべきなんでしょうけど、なんかそういうのはちょっと抵抗が。気持ちはわかる。というわけで今後は入門的な優しめの話で、さらにちゃんと役に立つ方向のコンテンツ作りたい。なんか結局、これから続けていくコンテンツ、全部競合の多いコンテンツなような。最近はだいたい1、2週に1回、金曜日に更新でやっていますが、今後、追加でゆるい料理コンテンツが増えるかもです。やるなら多分火曜あたり、こちらも1から2週に1回程度ですかね。ちなみにこのチャンネル、個人運営で採算的な問題はあまりないので、多分急に終了とかはなく、ひっそりと続いていきそうではありますが、チャンネル登録とかしてくれるととても嬉しいです。モチベーション維持とか、あわよくば収益化とか。それはハードルが高い。では今後も、よろしくお願いします。